原子の彫刻師たちがシリコンウェイ波状に描くナノスケールの設計図を旅する物語です。まずシリコンがチップの土台になる仕組みを見ていきます。シリコンは地球に豊富にあり、結晶構造が電気に優れるため半導体の基板に選ばれます。高純度のシリコンインゴットを溶かし、単結晶棒に引き伸ばす工程は巨大なガラス細工のようです。このウェーハは直径 300mm 以上で、表面は鏡のように滑らかです。平らな表面に回路を刻むには何層もの薄膜を正確に積み重ね、不要な部分を削り取ります。ここで登場するのが原子の彫刻師です。彼らは化学気象成長 CVD、物理気象成長 PVD、原子層堆積 ALD といった技術を使い、数ナノメートル厚さの薄膜を作ります。CVD はガス状の全躯体を高温の反応室に導入し、ウェーハ表面で化学反応させて膜を形成します。例えば酸化シリコン層を作るときはシランガスを熱で分解し、酸素と結合させます。PVD は蒸着と呼ばれ、金属や絶縁体を真空中で直接ウェーハに付着させます。銅層やタングステンバリア層はこの方法で作られます。ALD は自己制限反応を利用し、1サイクルごとに原子層単位で材料を積み上げます。その結果、厚さが 0.1 ナノメートル以下の均一な膜が得られ、3ナノメートル以下の先端プロセスでも欠かせません。薄膜ができたら次はパターン化です。革新はリソグラフィです。光を使ってフォトレジストに回路形状を転写し、エッチングで不要な部分を除去します。光がレジストに当たると化学構造が変わり、現像液で溶けやすい部分と残りやすい部分に分かれます。最近は極紫外光 EUV を使う EUV リソグラフィが主流です。波長が 13.5 ナノメートルという短さで、従来の光では不可能だった微細化を実現します。リソグラフィで描かれたパターンは間色エッチングまたは湿式エッチングで実体化します。間色エッチングはプラズマを利用し、イオンやラジカルが表面を攻撃して材料を除去します。プラズマのエネルギーやガス組成を精密に制御すると、垂直な側壁を持つ高アスペクト比の構造が作れます。湿式エッチングは液体化学薬品を使い、比較的緩やかな形状の除去に適しています。どちらを選ぶかはデバイスの設計や材料特性で決まります。エッチングが終わるとイオンインプランテーションです。ドーピングと呼ばれる不純物イオンを高エネルギーでウェーハに打ち込み、電気特性を調整します。イオンの種類やエネルギー、角度を細かく設定すると、ソース、ドレイン領域やチャネル領域のキャリアノードを精密にコントロールできます。インプランテーション後は拡散工程でイオンを結晶孔子内に安定させます。拡散は高温で行い、イオンが目的位置へ移動しながら再配置されます。この時温度管理が重要です。加熱すると不必要な拡散が起き、性能が低下します。次は化学機械研磨 CMP です。多層構造を積むと表面に凹凸が生じます。CMP は研磨パッドと化学薬剤を同時に作用させ、微細な凹凸を均一に削り取ります。結果として次の層のステップカバレッジが向上し、信頼性が高まります。特に 3D ナンドやフィンフェットといった立体構造の製造で不可欠です。研磨後は必ずクリーニング工程が入ります。ウルトラピュアウォーターと呼ばれる超純水で粒子や化学残留物を洗い流します。この水はイオン交換膜や逆浸透膜を通して導電率が 0.05 マイクロジーメンス、センチメートル以下にまで純度が高められます。正常な水での洗浄は自工程での欠陥防止の鍵です。さらにクリーンルームの空調は温度、湿度、圧力だけでなく粒子濃度も厳密に管理します。ISO クラス1のクリーンルームでは空気中の粒子は 0.5 マイクロメートル以下が1立方メートルあたり 0.1 個未満に抑えられます。エパフィルターやウルパフィルターが微細な塵や有機汚染物質を補修し、正常な環境を保ちます。これらすべての工程を統合した指標がぶどまりです。ぶどまりは規格を満たす良品の割合を示し、メーカーにとって最重要の経営指標です。
ぶどまりを最大化するために各工程の微小な変動をリアルタイムで監視し、AI ベースの予測モデルが活用されます。例えば TSMC は、Yield AI という機械学習システムで、イオンインプランテーションのエネルギー分布やクリーンルームの湿度変動、ウルトラピュアウォーターの導電率など数十項目のデータを毎秒収集し、ぶどまりの変動を予測、最適化します。近年はグラフェンという二次元材料がペリクルとして注目されています。ペリクルは露光装置のマスクを汚染から守り、光の散乱を抑える部品です。従来はシリコンベースのポリマーが使われましたが、グラフェンは透明性と機械強度、熱伝導性に優れ、次世代のナノプロセスに適しています。世界のメーカーはグラフェンペリクルの試作を行い、露光時の熱蓄積を放散させることで EUV リソグラフィの品質向上に成功しています。ALD は単なる薄膜形成にとどまらず、プラズマ制御と組み合わせて、選択 ALD や原子層エッチング ALE といった新しいプロセスを生み出しています。プラズマの RF パワーをホロ調整すると、窒化シリコン層と酸化層の界面をほぼ無欠陥に保ち、デバイスのリーク電流を劇的に低減できます。シリコンウェイ波の準備から始まり、堆積、リソグラフィ、エッチング、イオンインプランテーション、拡散、CMP、クリーニング、ウルトラピュアウォーター、クリーンルーム、ぶどまり管理、そして最新のグラフェンペリクルや ALD プラズマ制御まで、半導体製造の全工程を俯瞰しました。これらはすべて相互に影響し合い、一つでも欠ければデバイスの性能やぶどまりに致命的な影響を与えます。そのため各工程の微細なパラメータを統合的に管理し、リアルタイムで最適化することが現代の半導体産業の最大の挑戦です。ホワイユ、ゲンノ、セミコンダクターマニュファクチャリングハンドブック、トハリー・ジェイ・レビンソンのリソグラフィ原理は、これらの技術を体系的に学ぶバイブルです。理論だけでなく実際の現場での課題と解決策が具体的に示されています。シリコンウェイ波状に形成される薄膜の歴史は、1950年代の真空蒸着法に遡ります。当時は真空チャンバー内で金属を加熱し蒸発させた蒸気が基板に付着する物理蒸着法が主流でした。これに対し1960年代に登場した化学気象成長法は、ガス全躯体を熱分解させ表面に化学結合させることで、より均一かつ密着性の高い酸化膜や窒化膜を形成できました。これはメモリのゲート酸化膜として不可欠な技術となりました。さらに1970年代には低圧化学気象成長 LPCVD と高温プラズマ化学気象成長 PEALD が開発され、薄膜厚さを数ナノメートル単位で制御できるようになり、微細化の第一歩を支えました。エッチング工程の進化も重要です。間式エッチングは初期のフッ素系プラズマを用いたシンプルな除去プロセスから始まり、1970年代後半に反応性イオンエッチング RIE が実用化されました。RIE はイオン衝撃による方向性と化学反応による選択性を同時に実現し、垂直な側壁を持つ微細パターンの形成を可能にしました。その後2000年代に深層反応性イオンエッチング DRIE が登場し、特にメムスデバイスや 3D 難度のような立体構造の加工に不可欠なボイスド、ローブ形状を高速で作り出せるようになりました。イオン注入はドーピングの精度を飛躍的に向上させた革命的手法です。最初の商用装置は1970年代に米国のメーカーが開発した加速イオン注入装置で、エネルギーを数十キロ電子ボルトまで調整でき、ドーパントの深さ分布を数ナノメートル単位で設計できました。現在はイオンビームのエネルギー分布をリアルタイムでモニタリングし、磁場と電場を組み合わせた多段加速方式で線層から深層まで幅広いプロファイルを実現しています。さらに近年の低温イオン注入技術は基板温度を200度以下に抑えながら高濃度ドーピングを行い、熱拡散による不均一性を最小化し、次世代の超薄膜トランジスタに適合しています。拡散工程は
不純物を注入した後にそれを正しい場所へ動かすための熱処理です。昔は大きな炉の中で900度から1100度という非常に高い温度に数時間もさらす方法が一般的でした。しかし、1990年代になると急速熱処理という新しい方法が登場します。これはわずか数秒から数十秒という短時間で高温にする技術で、拡散距離を極めて精密にコントロールできるようになりました。この方法は材料への負担を減らすだけでなく、シリコン結晶の欠陥を少なくし、製品の信頼性を大きく高めています。次に、表面を平らにするための化学機械研磨についてお話しします。最初は単純に削るだけでしたが、1990年代にスラリーという化学薬品を含んだ液体を使うようになりました。これにより、研磨パッドによる物理的削りと化学反応が同時に起こり、ナノレベルの小さな凹凸を取り除けるようになったのです。最新の装置では、液体の粒子サイズや酸性度をナノスケールで制御し、圧力や回転速度を AI が自動で最適化するインテリジェント研磨モードが搭載されています。このおかげで、表面の段差変動を 0.5 ナノメートル以下に抑え、3次元難度フラッシュメモリの絶縁膜が壊れるリスクを劇的に減らすことができました。洗浄工程は、微細な構造を守る最後の防衛線です。超純水に加えて、最近ではイオン交換樹脂を使った再生型浄化システムが広がっています。これにより、従来の膜では除去しきれなかった有機粒子や金属イオンを10パーツパートリリオンという極めて低いレベルまで減らすことができます。さらに、プラズマアシスト洗浄という手法では低圧アルゴンプラズマを使って表面の汚れを分解し、高工程での欠陥発生を根本から防ぎます。この技術は7ナノメートル以下の極細回路を作る際に、欠陥ゼロという高い目標を達成するために不可欠です。超純水の供給システムは単なる水道管ではありません。水質管理センターでは導電率を 0.02 マイクロジーメンス、センチメートル以下に保つため、イオン交換、逆浸透、電気透析を組み合わせ、さらに紫外線殺菌とオゾン酸化を併用しています。こうしてごくわずかな金属イオンや汚れが混入するのを防ぎ、毎秒数千リットルという大量の超純水を安定して供給しています。クリーンルームの空調システムも進化しています。単に温度や湿度を調整するだけでなく、粒子濃度をリアルタイムで測定し負圧制御と連動させます。エリアごとに空気圧を低く設定することで、汚れの元となる粒子が外部に拡散しないように物理的に遮断しています。また、最新のフィルターにはナノファイバーが使用され、0.1 マイクロメートル以下の粒子を 99.9999% という驚異的な効率で補修します。これらの技術は極限まで汚れを排除した実験室でも実証され、次世代の露光装置が効率よく稼働することに貢献しています。ぶどまりの管理は単なる数字の集計ではなく、すべての工程をデータ科学で統合的に管理することの象徴です。装置から得られる温度、圧力、ガス流量、プラズマ状態、光エネルギー、検査画像など、数百ものデータが専用のデータレイクに蓄積されます。これらのデータは深層学習モデルに読み込まれ、異常予測や最適化指示がリアルタイムで出されます。例えば、ある日突然微細な粒子濃度が増えたとき、それが特定のスラリーポンプの摩耗が原因であることを自動で検知し、担当者に通知する仕組みがあります。このような自己修復型製造ラインは2020年代後半にかけて主要工場全体に広がり、ぶどまりを 95% 以上に安定して維持しています。リソグラフィ技術の最前線は EUV への移行です。かつての193ナノメートルの波長から始まり、2000年代には248ナノメートルのレーザーや193ナノメートルの ARF へと短縮され、限界に挑戦してきました。現在、13.5 ナノメートルの波長を持つ EUV は、高温プラズマを用いて平均出力を1ワット程度実現しています。EUV 装置は鏡で光を反射させる効率が 70% 前後と低く、マスク保護が課題でした。しかし、グラフェンペリクルを導入したことで熱蓄積や光散乱が大幅に抑えられ、
均一に光を当てられるようになりました。さらに、マスク血管チェックにはハイブリッド干渉顕微鏡と高速操作型電子顕微鏡という二重検査体制が敷かれ、2ナノメートル以下の小さな血管も見逃しません。新しい材料の導入も革新の鍵です。シリコンカーバイドや窒化ガリウムは高電圧、高周波に耐えるため、電力制御デバイスで急速に採用されています。これらの材料は結晶構造や化学的安定性がシリコンとは異なるため、膜成長条件やエッチングガスの組み合わせを最適化する必要があります。例えば、シリコンカーバイド層は炭化水素系材料と窒素プラズマを組み合わせたハイブリッド化学希少成長法により、血管が極めて少ない高品質な膜が作れます。また、金属ゲートと高誘電率絶縁体の組み合わせはデバイスをさらに小型化するために不可欠です。2000年代初頭に導入されたハフニウム酸化物やタンタル酸化物などの高誘電率層は、膜圧を1ナノメートル未満に薄くしながらリーク電流を抑えることに成功しました。これに合わせて、ゲート材料としてタングステンやモリブデンが使用され、熱拡散を防ぐ層として窒化チタンや炭化タングステンが併用されています。3次元構造への挑戦はパッケージング技術にも広がっています。TSV というシリコン貫通電極は、ウェー波に数十ミクロン未知の穴を開け、そこに銅やタングステンを充填してチップ間配線距離を劇的に短縮します。この工程は深い穴掘り、銅メッキ、CMP による平坦化という流れで行われます。インターポーザーはシリコン基板上に信号層と電源層を分けて配置し、高密度接続を実現します。また、ファンアウトウェイ波レベルパッケージはチップ裏側を樹脂で封止し、配線層を直接塗布することで基板なしでも高性能パッケージを実現し、スマートフォンや IoT デバイスに広く使われています。ヘテロジニアスインテグレーションは、シリコン以外の機能材料を一つの基板にまとめる戦略です。光通信分野ではシリコンフォトニクスが主流となり、シリコンウェイ波状にインジュームリンやガリウムヒ素を成長させ、レーザーや光検出器を共存させています。量子コンピューティング向けには、超電導回路用のニオブやアルミニウム薄膜を低温で蒸着し、ジョセフソン接合を作るプロセスが確立されています。さらにスピン電子工学では、ヘリウムイオンを注入して磁性層を局所制御する研究が進み、将来のニューロモルフィックチップの基盤技術として期待されています。次世代の段階に向けた最前線は、単位セルサイズを2ナノメートル以下にするサブナノ技術です。光の限界を超えるために、ナノインプリントリソグラフィと電子ビームリソグラフィを組み合わせた手法が採用されています。ナノインプリントは硬いダイヤモンドスタンプで直接パターンを押し付け、数ナノメートルの解像度を実現します。一方、電子ビームリソグラフィは電子の焦点を 0.5 ナノメートル程度に絞り、マスクを使わずにパターンを作ります。これらはコストや生産速度に課題はありますが、特殊な高性能チップや試作開発に重要な役割を果たしています。最後に、半導体製造における教育と知識の継承についてです。ホワイユ原子のセミコンダクターマニュファクチャリングハンドブックは、全体の流れを体系的に整理し、実務チェックリストやトラブル解決ガイドが豊富に掲載されています。特にプロセス統合の章では、各工程が相互に影響し合う様子を数式とデータで結びつけ、最適化手法を具体的に示しています。また、レビンソン氏のリソグラフィ原理は、光理論から装置設計、レジスト科学まで網羅し、学生から研究者まで幅広く支持されています。これら2冊は、技術の過去から未来までを理解する筆記書であり、次世代エンジニア育成に欠かせません。このように、原子レベルの精密加工からシステム全体の統合、そしてデータによる最適化まで、半導体製造は多くの専門領域が交差する総合科学です。新しい材料や装置、アルゴリズムが次々に登場し、ナノスケールの限界を押し広げていくでしょう。私たちは、原子を彫刻する職人たちが作り出す無限の可能性に胸を膨らませ、次の革新へと歩みを進めていきます。薄膜を積むプロセスは常に革新の中心にあります。
化学気象成長は初期の熱分解法から始まり、プラズマや低圧手法へと分岐しました。1990年代初頭、酸化膜を均一にするために高温低圧化学気象成長が標準となり、厚さばらつきを 0.5% 以下に抑えました。その後、配線が細くなるにつれ、タングステンや銅の膜作りには磁界制御型スパッタリングが主流となり、イオン衝突角度を最適化して膜形成速度を3割向上させ、粒子汚染も大幅に減らしました。近年注目される ALD は、原子一層ごとの厚さ制御を実現し、3ナノメートル以下のゲート絶縁体やバリア層を作るのに不可欠です。この先駆的研究では、トリメチルアルミニウムと水蒸気を交互に供給し、アルミニウム酸化膜を1オングストローム単位で積み重ねられることが示されました。この手法は後にハフニウム酸化物やジルコニウム酸化物にも拡張され、2020年代のフィンフェット構造では、プロセスの 90% 以上を占めています。エッチング工程は、間式エッチングと湿式エッチングが互いに補完し合うことで、微細構造の側壁角度や形状を最適化します。ドライエッチングではフッ素系プラズマにブローニングガスを組み合わせ、深さが幅の10倍以上ある細い溝を作れます。一方、ウェットエッチングでは小酸系溶液でシリコン酸化膜を除去し、温度や時間をホロ調整して数ナノメートルの膜厚ばらつきを抑えます。最新のハイブリッドエッチング装置はプラズマのオンオフを高速で切り替え、熱負荷を最小限に抑えつつエッチング深さを均一に保ちます。イオン注入は半導体に不純物を加える重要工程です。この技術は不純物濃度勾配と活性化拡散を同時に設計できる唯一の手段です。過去数十年で加速電圧は数十キロ電子ボルトから数メガ電子ボルトへと拡張され、戦争デバイス向けには低エネルギーイオンビームが使用されています。注入後のアニール工程では急速熱処理やレーザーパルスアニールにより、不純物拡散距離を数ナノメートルに限定し、10ナノメートル未満のチャネル超トランジスタでもソース、ドレイン接合を鮮明に形成できます。3次元デバイスでは、複数層にわたって垂直方向に不純物を注入する必要があり、マスクレスイオン注入と回転ステージ制御を組み合わせた全方向注入技術が開発されました。拡散プロセスでも温度制御が鍵です。従来の低温拡散から温度を上げ下げするステップ拡散へと移行し、拡散係数の非線形性を利用して意図した深さプロファイルを高精度で再現できるようになりました。特にシリコン内部に窒化チタンを挿入することで、酸化膜形成時の不純物侵入を抑制し、デバイス信頼性を向上させました。化学機械研磨はウェーハ表面を平坦にする重要工程です。最新の研磨液はナノサイズのアルミナ粒子と緩衝材を組み合わせ、検索力と化学反応速度を独立に制御できるよう設計されています。これにより、同配線工程でのディスクリート、スロット除去が従来の2倍以上の速さで達成され、ウェーハあたりの平均粗さは 0.5 ナノメートル以下に抑えられます。研磨終了を検知するために光干渉測定とリアルタイムペーハーモニタリングを融合したハイブリッドセンシングが導入され、過研磨リスクを 0.1% 未満に低減しています。洗浄工程は微細構造の欠陥原因となる粒子や有機残留物を除去する最前線です。超純水は導電率が 0.05 マイクロジーメンス、センチメートル以下、総有機炭素が 0.1ppb 未満という極めて高い純度基準を満たす必要があります。超純水生成装置は逆浸透とイオン交換樹脂、紫外線酸化の3段階で構成され、各ステージはオンラインの ICPMS でリアルタイム監視されます。スパッタリングやエッチング後の残留金属除去にはキレート剤と微細泡洗浄を組み合わせたハイブリッド洗浄が採用され、粒子除去率は 99.999% に達しています。クリーンルームの空調は、温度がプラスマイナス 0.1 度、湿度がプラスマイナス 1%、粒子濃度が 0.1CFU 以下という極端な制御が要求されます。最新のエパやウルパフィルタはナノサイズ粒子の補修効率を 99.9995% に向上させ、
風速分布の均一化には計算流体力学シミュレーションを用いた最適化設計が必須です。さらに、エアロゾル発生源の特定と抑制のために IoT センサー網が全フロアに配置され、異常検知時には自律的に換気量を調整するスマートバックシステムが実装されています。ぶ止まり管理は製造コストと市場投入速度を左右する最重要指標です。統計的プロセス制御に加えて、機械学習ベースの異常検知モデルが導入され、工程変数と不良率の因果関係をリアルタイムで解析します。例えば、リソグラフィロ高エネルギーの微小変動が後工程のエッチング残留率に与える影響を多変量回帰で予測し、予防的に露光条件を補正する予測制御ループが確立されています。さらに、データベース化された不良パターンと AI による画像認識を組み合わせることで、欠陥原因分析の所要時間が数日から数時間へと短縮されました。プラズマ制御は CVD、エッチング、ALD といった工程に共通する革新技術です。プラズマ密度と電子温度を独立に調整できる総集波プラズマは、イオンエネルギー分布を狭く保ちつつ反応し生成効率を最大化します。最新のプラズマ診断装置はリアルタイム質量分析とランギュアプローブを組み合わせ、プロセス中のイオン種比率とエネルギー分布をミリ秒単位で取得可能です。これにより、エッチング選択性や堆積膜結晶性を即座にフィードバックし、プロセスウィンドウの拡大と安定稼働を実現しています。最後に、デジタルツインと呼ばれる仮想工場モデルが次世代ノードの開発サイクルを劇的に短縮しています。実際の装置データ、材料特性、プロセスレシピを統合したデジタルツインは、シミュレーション上で数千通りのパラメータ組み合わせを評価し、最適解を事前に提示します。これにより、実装前の試作回数が 70% 削減され、開発期間が2年から6ヶ月へと圧縮されました。さらに、デジタルツインは設備老朽化予測やエネルギー消費最適化にも応用され、持続可能な製造エコシステム構築に貢献しています。堆積、エッチング、イオン注入、拡散、CMP、洗浄、クリーンルーム環境、ぶ止まり管理、プラズマ制御といった個別技術は相互に高度にリンクし合い、全体として製造品質とスループットを支えています。これらの技術進化とデータ駆動型統合が、次世代の2ナノメートル、さらには1ナノメートルスケールへの挑戦を可能にし、未来の情報社会を形作る基盤となるでしょう。1970年代に米国大手企業が初めて導入したウェイハレベルモニタリングシステムは、光学顕微鏡では検出不可能なナノスケール欠陥を電気特性から逆算する手法で、後の統計的プロセス制御の基盤となりました。日本のメーカーは1990年代初頭にこの技術を拡張し、リアルタイムで酸化膜圧を測定できるインラインエリプソメトリを実装しました。この装置は薄膜成長速度をミクロン単位で管理し、ぶ止まり工場に直結したことから業界標準として広く採用されました。また、近年注目される ALD の全躯体供給方式として、低圧蒸着と高温パルス注入を組み合わせたハイブリッド ALD 法が開発され、サイクル時間を半分以下に短縮しつつ膜質均一性を向上させています。さらに、量子ドットを利用した次世代フォトマスクの試作が進行中で、波長依存の解説限界を突破する可能性が示唆されています。これにより、EUV 装置改良と相まって、5ナノメートル以下の配線幅実現への道筋が具体化しつつあります。